この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は高級テスターと激安テスターの違いを検証していきます。一つはこちら、日置電機の最高級デジタルマルチメーター DT4282 です。だいたい5万円から6万円の間で購入できます。そしてもう一つはこちら Amazon で購入したデジタルマルチメーターです。アストロ AI という聞いたこともないブランドですが Amazon のレビュー評価は高いです。日置のデジタルマルチメーターはもともと分解する予定で購入しました。ですけども分解するまでの間実はちょこちょこと使っていて、その使い心地であったりできることの多さなどから割とお気に入りのテスターです。今回はこちらの激安テスターと高級テスターを比較した時に一体どれだけの差があるのか、激安でも実は十分じゃないのかと皆さんが思ってるかもしれませんが、そのあたりを検証していきます。この動画少し長いです。動画の前半でテスター本体の外観やスペック、使い心地などについて見ていきます。動画の後半では電圧、電流の測定などをして実際の性能について検証していきます。デジタルマルチメーターの比較検証を始める前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を作るなら JLC-PCB 安くて早い。このスピード感は試作品を作るときにものすごく役立ちます。最近のおすすめは部品実装も一緒にやってもらうことですね。JLC-PCB 自体が部品商社もやっているので在庫品多数です。JLC-PCB で取り扱っていないようなハイスペックの部品も他の商社から代理購入してもらえるサービスがあります。ぜひ一度使ってみてください。クーポンも配布中です。こちらが高級品と激安品です。一つは日置電機製のデジタルマルチメーター。もう一つは Amazon で購入した中国製のデジタルマルチメーターです。価格は10倍違います。測定の性能を表示するまでの時間や表示桁数など性能の違いを具体的に見ていきます。今日使った機材については概要欄にまとめてあるリンクから購入できます。ちなみに日置電機のデジタルマルチメーターは長野県上田市のふるさと納税で購入できます。ぜひ検討してみてください。ではこれら2つの違いを早速見ていきます。まず日置電機から見ていきます。こちらの DT4282 デジタルマルチメーターです。ウェブページを見てみると最高級デジタルマルチメーターと書いてあります。ちなみに日置製品の特徴ですが日本製です。実売価格は5万円から6万円程度。持ち運びできるデジタルマルチメーターとしては確かにそこそこいい値段します。高級品と呼んで良いかもしれません。これ以上の価格帯になってくると据え置き型のデジタルマルチメーターが選択肢に入ってきます。日置のカタログを見てみるとこちらの DT4282 はハイエンドモデルのうちラボ研究向けに分類されています。測定できる内容はざっくりとこちらのカタログに書いてあります。これの兄弟モデルがあって DT4281 というものです。そちらは電気工事士向けのものとなっています。次はこちらのデジタルマルチメーター DM6000AR です。こちら Amazon で適当に見つけたものです。高機能だけどそこそこ安いデジタルメーターです。今回比較するにあたって見た目や機能的に日置と似ているものを選びました。価格は3000円台後半。激安かと聞かれると微妙ではありますが、この機能がついてこの価格なら十分激安かと思います。これからテスターを買う人がどっちを選んだらいいかなんですけども、一見個人の感想としては適当に3000円くらいの安いテスターで使い方を勉強して、その後に必要であれば性能の高いテスターを購入するというステップが良いかと思います。次は見た目や外装を見ていきます。まず重さからです。激安品は 339g です。日置の方はどうかというと 644g です。実際に持ってみると日置の方がずっしりとした重みがあります。ずっと持って使うような使い方ですとやはり軽い方に分があります。次は裏面についている磁石を見ていきます。まずこちらの激安品ですが、はい、こんな感じで磁石ついてます。結構強力ですね。大体の電気の板ですねあると思うんですが、それ磁石がくっつくような材料でできています。ですのでこういった磁石ストラップがあると非常に使いやすいです。日置の方ですが磁石ついていません。オプションでマグネットストラップを購入してくださいという形になります。磁石あった方が色々と便利なのでどのテスターも標準でつけてほしいです。ちなみに今回紹介したのはこういったストラップタイプの磁石になりますが、本体の裏にですねついているこういったものもあります。次テスターの裏面を見ていきます。日置の方この部分に溝がありますが、ここにテストリードをこのように入れるとこういった収納があります。激安品の方にはありません。あるとたまに便利かなっていう感じですね。次裏面の立てかける板の部分です。日置の部分ここにくぼみがあって指をポッと入れると、すぐ開くと非常に使いやすいかと思います。で激安品の方がですねこれが良くないと、ここ指が
ほんと入りにくいような作りになっています。なかなか取れません。上の部分をですね、はい。でこういう風に取り外すと、立てかけるときは普通にできます。これは問題ないです。今回割と薄手の手袋を使っていますが、厚手の手袋の場合はどうでしょうか。こちらの絶縁手袋を着用しています。手袋を使うとですね、結構細かい作業がしにくくなるんですけども、日置の方はこの部分くぼみがありますので、はい、簡単にできますと。これがですね、激安品の方になるともう無理だと。ちょっとこれは取り出すのは大変かなといったところですね。次は電源部分を見ていきます。2つともネジ止めされていて、ここのネジを緩めると取り外し可能です。日置の方は単3電池が4本、激安品の方は 9V 電池が1つという風になっています。この電源部分なんかも見てみるとですね、やっぱり高い方がしっかりと金型とかも作ってありますし、高いなりにこの電源収納のところなんかが結構しっかりとした作りになっています。安い方はこういったタブの部分なんかがですね、何回か電池交換するとちぎれてしまったりします。あとは電池の入手性とかそういった観点からも 9V 電池ではなくて、やはり単3電池4本の方が使いやすいかなとは個人的には思います。こちらの電池カバーのネジ止めの部分についてです。日置の方は金属製のインサートナットを使っています。一方で激安品の方はタッピングビスを使っています。こういった電池については頻繁に交換するものではありません。ですが日置の方は複数回のネジの開け閉めを考慮して長期的な信頼性を担保するために金属製の部品を使っています。やはり価格が高い分だけこういったところはしっかりとしていますね。日置の水晶電池はアルカリ乾電池かマンガン乾電池です。充電池が使えるか気になったので試してみますが、このように 1.2V のニッケル水素電池を使っても問題なく電源は入ります。このように電源は入りますが、この測定値がニッケル水素電池の場合でも同じかと言われると、それはですね、何とも言えないですね。電池電圧の違いで測定に影響が出るかも後で確認します。次は付属のテストリードです。どちらも問題なく使えます。ケーブルについてですが、日置の方が少し柔軟性がある感じですね。激安品の方が少し硬いです。テストリードの先端部分を見ていきます。どちらもこのような形状になっています。先端部分は取り外しできるプラスチックのカバーがついています。日置製品は高いだけあって、このプラスチック部分のはまり具合がですね、こちらの激安品と比べてかなりいいですね。このパチッっていう音がします。日置製は先端部分は金色です。こちら金メッキなのか金メッキ風なのかは分かりませんが、このような仕様になっています。腐食しにくそうではあります。またよく見てみるとテストリードとテスターの接触部分についても違いがあります。日置製の部分を見てみると多接点のものを使っていて接触抵抗が低くなるようになっています。一方で激安品はどうかというと4つに分かれています。ざっくりと外観を見てきましたが、高級品と激安品でこのような違いがあります。次は機能面について見ていきます。次はバックライトです。バックライトなしの状態でも見えますね。映像ですと暗く見えますが普通に見えています。日置の方はバックライト専用のボタンがあります。激安品についてはこちらのボタンを長押しするとバックライトが点灯します。日置の方のバックライトですがちょっと暗いかなって思いますね。こんな感じです。もうちょっと明るいと使いやすいかなとは思います。こちらの激安品については青いバックライトなんですけど、これはこれでですね、またちょっと見にくい感じがします。個人的にはこちらの製品のバックライトが一番好きです。明るくて見やすいです。外観部分の違いで一番面白いのがこちらの穴の部分です。激安品の方は通常通りの穴です。日置の方は面白いギミックがついています。電流測定以外の部分ではこちらの穴2つ開いていますが、こちら電流測定にすると、はい、このように穴の位置が変わりました。ミリアンペア、次アンペアにすると、はい、このように穴の位置が変わっていきます。テストリードを挿した状態ですとこれ以上回りません。このテストリードを一度抜いてから挿し直すという作業が発生します。マイクロアンペア、ミリアンペアから通常のアンペアレンジに切り替える時も同じです。一度抜いてから挿し直すとこちらのダイヤルは回らないようになります。これはフルプルーフの機能です。ポカよけと呼ばれるやつですね。違うレンジのところで測定してほしくないので、このように穴が開いたり閉じたりという動作をします。次はテスターのカウント数について見ていきます。こちらの直流電源からの電圧を測りながらカウント数について実演していきます。
カウント数というのは桁数と表示できる数字について表しています。こちらの安物のカウント数は6000、商品名にもあるようにこちらの6000の部分がカウント数になっています。日置の方は6万カウントです。基本的にこちらのカウント数が大きいものほど表示できる桁数と数字が大きくなります。実際どのような違いがあるか見ていきます。右側が6000カウント、左側が6万カウントです。表示できる桁数がまず違っています。6万カウントの場合は最大5桁、通常は4桁表示します。6000カウントの場合は最大4桁の数字、通常は3桁を表示します。電圧を少しずつ高くしていきます。6万カウントの6の部分ですね。こちらに着目します。今どちらも 590mV を表示しています。こちらの電源の電圧をさらに高くして 600mV にします。そうするとどうなるかよく見ていてください。はい。表示する桁数が変わりました。こちらの激安品については桁数が変わらないのですが、もうちょっと電圧を大きくしていくと様子が変わります。はい。こちら3桁になりました。このように6000カウントも6万カウントも最上位の桁が6に切り替わるところで桁数が1つ落ちます。こんな感じですね。これがカウント数です。今回は6000カウントと6万カウントでした。例えば9000カウントの場合ですと最上位の桁が9に切り替わるところで桁数が1つ落ちるということになります。今 600mV でしたが、今度 6V 付近でも見てみます。5.99V になっています。6万カウントのものは最大で今5桁表示しています。6000カウントのものは4桁表示していると。ここで電圧を高くすると、はい。6万カウントの方は桁数が1つ落ちましたね。6000カウントの方については桁数落ちていませんが、これは内部の処理なんかの問題ですね。電圧をもうちょっと高くしていくと、はい。このように桁数が落ちました。で、今はテスタータイプのデジタルマルチメーターを見ていますが、こちらのベンチトップ型のデジタルマルチメーターですと 6.5 桁なんてものもあります。先ほどのカウント数とはまた違ったものになります。これもですね、分かりにくいんですね。6.5 桁のものについては基本6桁を表示するという風になります。電圧を大きくしていくと最大で7桁の表示はできます。これよりさらに電圧を大きくしていくと、はい、1.2V を境にして桁数が1つ落ちました。DMM6500 というデジタルマルチメーターを使っていますが、こちらの 6.5 桁はそういった仕様になっています。先ほど話がありましたが、日置のデジタルマルチメーター、ニッケル水素充電池で動くかも試します。今回充電池を直接入れるのではなくて、テスターの電圧を変えてみて検証します。今 1V の直流電圧を測定しています。どちらも 1V と表示されています。日置のテスターに供給している電圧は 6V です。単三乾電池4本分を模擬しています。で、こちらの供給電圧を少しずつ下げていきます。そうした時に日置の測定値が変わるかどうかを見れば、充電池でも使えるかというのがわかるのではないかと思います。テスターへの供給電圧を少しずつ下げていきます。5V に下げました。こちらの電池残量の表示が1つ減りました。5V ですが問題なく動いているように思います。測定値も変わりません。さらに電圧を下げていきます。今 4.8V、ニッケル水素電池の定格電圧が 1.2V、それを4つつないだ時の電圧を供給しています。電圧の測定値は変わらずです。ただ電池残量が減っています。さらに電圧を低くしていって 4V でも問題なく動作しているような気はしますが、こちらの電池残量が点灯しているのであまり良くはなさそうですね。ただ使えてはいます。さらに電圧を低くしていって 4.8V にしました。ギリギリ使えていますね。さらに低くして 3.7V、 もう一段低くしますか。 3.6V、 バッテリーがローになりました。ここまで来ると使えないということですね。ただ日置の取扱説明書を見てみるとアルカリ電池かマンガン乾電池での使用を推奨しています。あまり頻繁に交換するものでもないかと思いますので、単三乾電池でもいいような気がします。これから測定に入っていくわけですが、それぞれのテスターが測定できる項目を簡単にですが見ていきます。測定できる項目については2つともほとんど同じです。まず交流と直流の電圧、ダイオードの順方向電圧測定、導通の確認、抵抗値、温度、静電容量、抵抗の逆数、そして電流です。電圧、電流については交流、直流とも測定可能となっています。こちらの激安品についてもほとんど同じです。ただこちらの激安品についてはトランジスタの HFE 電流増幅率の測定が可能です。あとはこちらに見慣れないマークがあります。こちらはクランプを使った電流測定です。
それではまず直流電圧から測定します。こちらに表示されている測定値がどれくらい正確であるか、そして測定値が表示されるまでの時間などを見てみます。測定の条件などを揃えるのが大変なので、全てオートレンジでやります。今回は比較対象としてこちらの据え置き型デジタルマルチメーターも一緒に写します。一応据え置き型のデジタルマルチメーターの表示を基準にします。今こちらの電圧約 100mV の直流電圧を測定していますが 100.04 とか5とかそのあたりですね。日置のテスターはだいたいですね基準と同じように 100.05mV、 こちらの激安品については 99.9mV か 100mV といった具合です。測定値が表示されるまでの時間はこんなところです。はいはい、100mV だと大体同じくらいですね。次は 12V です。こんな感じですね。どうでしょうか。これ見てる限りだと日置の方がレスポンスは早いですね。電圧の測定値についてもやはり基準のテスターと日置が一致していて、激安品は 10mV くらいずれるかなといったところです。そして最後直流 600V を見てみます。ただ今回使っているテスター6の部分で桁数が変わってしまいますので 595V と 630V くらいでやってみます。ではいきます。まず最初 595V です。はい、こんな感じですね。やはり日置電圧上がるの早かったですね。もう一回いきますね。ボタンを押します。せーの。はい、高級品の方が少し早く表示されて、その後タイムラグがあって激安品の方は電圧がですね表示されるという風になります。電圧の表示値なんですけどもどれもバラバラですね。ただ据え置き型と日置の値は近い値になっています。こちらの激安品については他のテスターと比べると 1V 程度電圧が低く表示されています。もう一度いきますね。こんな感じです。はい、やはりですね一番最速なのはこちらの据え置き型ですね。で今の測定ですと2つともオートレンジでやっていましたがマニュアルレンジに切り替えてみます。そうすると測定はこのように変わります。はい、マニュアルレンジの方が2つとも表示は速くなります。もともと測定したい電圧が分かっているのであればマニュアルレンジを使うことをお勧めします。ただマニュアルレンジだといちいちレンジを変えるのがめんどくさいので基本的にはオートで使うことが多いかなとは思ってます。次6万カウントと6000カウントで桁が1つ落ちるところの電圧をですねよく見てみます。 630V の電圧を加えます。いきます。はい、こんな感じですね。今オートレンジにしていますがかなりの違いがあります。もう一度いきます。せーの。はい、かなり違いますね。こういったところについてはもろに価格差が効いてくるところでしょうか。次は交流電圧の測定をしていきます。デンジャラス1圏状態になっていますが気にしません。ではいきます。ピッ、こんな感じですね。こちらの激安品が一番反応が早かったです。日置の方はですね反応遅めでしたね。こちらの測定値について今回商用電源を測定していますが振幅が結構ですねパラパラ変わってしまいます。ですので参考値程度にしてもらえればと思います。日置の方ですが電圧の実行値とその電圧の周波数を同時に測定しています。これなかなか面白い機能ですね。ちなみにここのシフトを押すとですねさらにモードの切り替えができて電圧の直流成分と電圧の交流成分を分離して表示することも可能です。ちなみに信号発生器を使って実行値 5V の電圧を見るとこのようになります。ぜひ参考にしてください。この結果見る限りだと激安品の方が合ってそうですね。交流電圧の周波数どのくらいの高さまでいけるか見てみます。今 1kHz5V です。さらに周波数を高くしていきます。2kHz、3kHz と周波数を高くしていくと激安品の方は測定値は低下しています。日置の方はしっかりと測定できています。さらに周波数を高くしていきます。10kHz となりましたが日置の方は相変わらず 5V を表示。激安品の方は電圧はかなり低下してしまいました。激安品のデータシートを見てみると周波数レンジは 40Hz から 400Hz となっています。日置の方はかなり高いところまでいけそうですね。さらに周波数を高くしていきます。日置の方は 100kHz を上限として測定できます。ただこれは角度を保証する範囲であって実はですね 100kHz 以上の電圧も見ることはできます。ただこちら角度保証していないのでその点には注意です。
こんな感じで振幅どんどん下がっていきますからね。日置の方は 500kHz くらいまではいけるようです。それ以上周波数を高くすると表示されません。でですね、実は激安品、周波数だけの測定ができるようになっています。こうするとですね、なんと 500kHz の周波数は測定できてしまうと。激安品のデータシートを見てみると0から 60MHz となっています。ですが実際には 25MHz が上限となっています。これ以上の周波数を測定しようとすると変な値が表示されます。次は直流電流の測定です。最初は 10V レンジでやってみます。で日置の方はこちらダイヤルを回してアンペアにするときはここを一旦抜かないとできないようになっています。はい、こんな感じですね。最初5アンペアを見てみます。基準が 5.003 アンペア、日置の方は 5.004 アンペア、激安品は 5.036 アンペアになっています。日置の方は 0.03% のズレ、激安品の方は 0.7% のズレです。まあこんなもんかなっていうところですね。次はレンジを変えて 100mA の電流で試してみます。はい。基準と日置を見てみるとそこまでずれてはいないです。激安品の方はプラス 0.1mA 程度のズレがあります。これについてはほぼ誤差みたいな感じですね。今交流電流を測定しています。 15mA という微弱な電流ですが、このような測定結果になりました。どれもあまり変わらないですね。電流の周波数を高くしていくとこのように激安テスターの方は減衰してしまい測定できなくなりました。日置の方は問題なく測定できています。激安品はやはり電圧測定と同じように測定できる電流の周波数の上限があります。ちなみに電流測定し終わった後、他の電圧をですね測定しようとするときにこちらのダイヤルを回しても日置性は回りません。これは先ほど紹介したギミックの部分ですね。こちらを抜いてから差し替えないと電圧の測定ができないと。これでですねテスターの中のヒューズを飛ばしたりテスター本体を壊す確率がだいぶ減ります。次は抵抗値の測定です。抵抗値の測定といっても2端子の測定なんで低い抵抗値の測定は苦手ですね。どちらも。こちらのテストリードこういう風に短絡させるとこれだけで 0.037 オームもあります。激安品の方も同じです。0.2 オームあります。例えば据え置き型のデジタルマルチメーターだと4端子法を使った抵抗値の測定ができます。こちら 1kΩ プラスマイナス 0.1% の抵抗です。1.00009 オームです。この抵抗を同じようにテスターでも測定してみます。ただしテスターは2端子の測定です。日置の方はどうなっているかというと 1.0001 キロオームになりました。激安品も同じように見てみます。そうしますと 1.004 オームになりました。このように抵抗値少し大きくなってしまいました。これはリード抵抗があるせいかと思います。それプラス抵抗測定の精度の問題ですね。そちらも影響しています。ちなみにどちらのテスターもテストリードの抵抗値をキャンセルできる設定があります。次、静電容量の測定です。例えば小さめの220ピコファラドを見ていますが、243ピコファラドと表示されています。こちら激安品についても静電容量の測定は問題なくできています。220ピコファラドです。もう少し大きめの静電容量も見てみます。3.3 マイクロファラドですが、はい、3.48 と表示されています。こちら激安品についても同じです。3.46 です。テスターで測定するときなんですけども、静電容量が大きめになると測定にですね、時間がかかるようになります。180マイクロファードですが、だいたい3、4秒くらいかかるといったところですね。こちらの激安品での測定もやはり同じくらいの時間がかかります。はい。こちらにあるように数千マイクロファラドの電解コンデンサーですとさらに時間がかかります。このように接続すると桁数はですね早く動くんですが、やはり測定に結構時間がかかっていますね。だいたい10秒くらいかかるといったところです。これは激安品についても同じです。結構時間がかかります。1、2、3、4、5、6、はい、このくらいかかります。最後に紹介したいのですが、激安品のテスター、トランジスタの HFE が測定できます。こちらのトランジスタ挿してみると、HFE は323です。ちなみにトランジスタは 2SC1815 の GR グレードです。最後まとめに入る前に分解して中身を確認します。どちらが高級品か激安品か分かりますでしょうか？まあ一目瞭然かと思いますが、左が日置製、右が激安品です。
見てみると、日置の方はものすごい数の半導体が使われています。基本的にはアナログの半導体になります。こちらにマイコンが一つ乗っかっています。使っている部品の数が多いですし、やはりそれだけ設計に時間もかかるということですから、それが値段に反映されています。一方で激安品はどうかというと、こちらに半導体かマイコンかなんかがあって、その他にアナログ系の半導体がいくつかあるだけです。非常に少ない部品数でテスターを作っています。ですので結局価格も安くできると。日置の10分の1以下ですね。機能的には日置の方が高機能ですが、こちらの激安品のテスターでも必要十分かなといったところです。激安品のテスターを褒める感じで言うと、非常に少ない部品数でシンプルでかつ低価格でテスターを作れると。あえて悪く言うとおもちゃみたいな感じ。でも必要十分の機能は持っている。そういった印象があります。で、こちらですね、日置のやつ、こういう風に取り外しができて、反対側の面もこのようなギミックの部分なんかが見えます。日置のテスターギミック部分がですね、分解していくと元に戻せなくて悲惨なことになる可能性があります。ですので分解はこのくらいにしておきます。というわけで今日は激安品と高級品のテスターの違いを見てきました。測定が完了するまでの反応速度であったり測定値の違いなんかも見てきました。やはり細かい部分を見ていくと高級品の方が完成度は高いです。これは当たり前ですね。かといってですね、激安品がダメかと言われるとそんなことはありません。問題なく使えるレベルの製品となっています。言い換えるとコストパフォーマンスは非常に高いです。動画の前半でも話しましたが、電子工作をするくらいならこちらの安いテスターの方で十分かと思います。もしこれからテスターを買おうっていう人がいたら、このくらいの3000円くらいで買えるモデルを買って使い方を勉強すると良いかと思います。使い方を勉強して、もし高機能なものが必要になったら、こういった高級品であったり、あとは据え置き型のデジタルマルチメーターを使うと良いんじゃないかと思います。この動画を参考にしてどっちのテスターが自分に向いているのか、今後ですねどちらを購入するか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。今回使った製品は概要欄のリンクにまとめています。興味のある方はそちらから購入検討してみてください。ちなみに日置の方はふるさと納税でも買えます。電工の親方とかね、個人事業主の開発者とかいいんじゃないでしょうか。もしこの動画が役に立ったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の LINE も概要欄にあります。そこでしか出さない情報もありますので、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。最後にお知らせです。 YouTube のスポンサー動画非常に好評でして、ぜひ私たちのところでもやってみたいという会社を現在2社限定で募集しています。動画の途中で CM を流すタイプならかなりリーズナブルな価格でできますし、その CM が入った動画というのはずっと再生され続けます。もしちょっとでも興味のある場合は概要欄の URL かメールアドレスまでご連絡お願いします。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。